今回はこちらの右という方を押します。そしてここはいろんな音色ですね。1小節分のリージョンを作ります。このようにピアノロールと呼ばれるここにポチポチ音を置いていくことになります。シンバルを追加していきます。ではここから今までは触れてこなかった強弱のところも解説していきます。ドラムの打ち込みにおいて強弱は非常に大切ですので、経験者の方もぜひ見ていただけたらと思います。今はデフォルト状態ですとノートはこのようにベロシティというものが80になっています。ベロシティが叩く強弱になっています。これが多いほど強く叩いている音になり、低くなると弱く叩いている音になります。では試しに全て選択して全部をかなり低めにしてみます。はい、このような感じで音量もそうですが、バスドラムなんかはちょっと柔らかい音になっていると思います。では逆に一番強くしてみましょう。かなりロックっぽく派手な感じになったと思います。このような感じでまず強弱を差をつける前にどこを基準にするかっていうのを決めるのが大切です。スネアの音とドッタンドドタンのタンの音が127の音が欲しいのか、それとも90の状態でいってほしいのか。個人的には音源の特性にもよるのですが、バスドラム、スネアなんかはもう全開のフルパワーの音の方が打ち込みではかっこいいのかなと思います。実際のドラムのプレイでは普通のリズムのドッタンドドタンを常に全部フルパワーで叩くっていうのはちょっと現実的ではないのですが、やっぱ単音の音を切り取ってきた時にベロシティを全開にした方が張りのある音が出る傾向があります。バスドラなんかは音源によってはフルにするともうバチッとなんか強すぎる音になってしまうことがあるので、それによってちょっとローが損なわれてたりとかもするので、そういう場合はちょっと下げたりもします。このデフォルトの音源だとそこまで表現力が豊かではないので、そこまで深く考えなくてもいいと思いますが、特にクラッシュなんかは全開だと結構かっこよくシュパーンとなってくれますが、これが弱いとちょっとなんか自信なさそうなクラッシュの音になってしまうので、優しい曲であればこのままでもいいですが、激しい曲であればクラッシュとか強めにしてあげた方がいいかなと思います。では次に強弱をつける一番重要なパートになりますが、ハイハットです。一旦ハイハット以外のトラックを全部削除します。ちなみにこの上の部分の数字をクリックしてドラッグすると黄色い選択範囲が現れますが、これでループ再生をすることができます。ではハイハットをまず127一定の状態で聴いてみましょう。この状態ですとちょっと抑揚がないので、偶数の位置に当たるハイハットを弱くしていきます。強弱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 というイメージですね。シフトを押してこのように網掛けをしていくと複数選ぶことができます。もちろんノートをそのままダイレクトにクリックしても選択できます。ではまずは80ぐらいにしてみましょうか。これでだいぶ強弱強弱といううねりが生まれてきたと思います。これをさらに弱くすると、より1234という拍頭に重心を置いたようなリズムになります。ではこの状態に先ほどのドッタンドッタンを入れてみましょう。で、キックもスネアも全開の127のベロシティで打ち込みます。では聴いてみましょう。はい、これが全部全開だと、はい、このような違いがあります。で、この裏拍のハイハットを、すごい弱くしていくと、ほぼ聞こえなくなってくるのですが、あるのとないのとでは微妙に変わってくるので、それをちょっと聞いてみましょう。この状態だと裏拍ほとんど弱くて聞こえないので、聞こえなかったらじゃなくてもいいじゃないかと思ってじゃあ消してみましょう。では聞いてみます。はい、このような感じで裏がうっすらでもあるのとないのとでは、比べるとだいぶ違うのが分かっていただけるかなと思います。
では裏拍は40ぐらいに戻しまして、その他に強弱つけられる場所はどこかなというのを探していきます。例えばスネアで24の1以外におまけ的なフレーズを入れることがあるのですが、例としてはこんなフレーズです。はい、このフレーズも24のアクセントの位置を強調したいので、これらのおまけ的な音符はちょっと弱めにしてあげると、アクセントとの対比が生まれると思います。はい、こんな感じです。もっと弱くしていいかもしれないですね。はい、そしてベロシティを強弱つけるのも重要なのですが、音源によっては同じスネアでも弱めのスネアというのが別のノートに存在していることが多いです。この音源ではこの E の音ですと強いスネアですが、 D の音だとちょっと柔らかい音が収録されています。ですのでこれらの装飾的な音符はこちらを D にしてあげるとよりグルーヴが生まれるかなと思います。はい、こっちの方がかっこいいですね。では次はバスドラムをちょっと増やしてみたいと思います。バスドラムはドッタンドッドッタンというフレーズを入れてみたいと思います。まずは強いままで入れました。このままでも全然かっこいいと思いますが、ここで強弱をあえてつけるのであれば、もちろん場所にもよるんですが、このフレーズの場合は頭を弱くした方がいいかなと思っています。ドッダン、ドゥッダンみたいな感じですね。で、2連続しているから必ず頭を弱くするものかっていうわけでもないので、フレーズによると思います。今みたいに口に出してドッダン、ダッダンとドッダン、ドゥッドゥッダンと、どちらが自分の求めるフレーズに近いかなというのを想像しながらベロシティを決めていけるといいと思います。では頭をちょっと弱くしてみました。はい、こんな感じですね。もっと差をつけるのであれば、さらに弱くしてみてもいいかもしれないです。あんまり差がつきすぎると、ちょっとミスして叩いたみたいに聞こえてしまうので、そのあたりのバランスも大切ですね。じゃあ強弱逆にしてみましょうか。そういうフレーズもあると思いますが、どういう結果になるか聞いてみましょう。これでも悪くないかもしれないですね。よりドッタンドッタンに近いフレーズなのか、ドッタンドッタンに近いフレーズなのかという違いがあるかなと思います。で、他の楽器が入ってくると結構バスドラムっていうのはベースとかに飲み込まれちゃうことが多いので、特に弱い音だとドラム単体で聴いてる時はバスドラムがドッドって聞こえても、ベースが入ってくるとドッタンドッタンに聞こえちゃったりとかもするので、僕の場合は結構バスドラムは強めの範囲でちょこっと変えるか、もしくは全部フルパワーでというような感じで打ち込むことが多いです。そして最後にもう一つワンポイントです。このように弱いスネアを表現するときにドラムロールのようなドルって音にして叩いたりとかすることがあるので、それを打ち込みで再現する方法です。ここに細かいノートをいくつか置いていくことになるのですが、ノートの右端にカーソルを近づけると、このように鍵括弧のようなカーソルになります。この状態でクリックすると、このように長さを変更することができます。ではこれちょっと短くしまして、この幅に2個ノートを置いていきます。で、この状態だと鉛筆でクリックしてもグリッドにこのように沿ってしまうので、この中途半端な位置に置くことができません。ですので、グリッドをもっと細かくするというのも一つの手ですが、もう一つはこのようにノートをクリックしてオプションを押します。これでコピーできますね。この状態ですと結構細かく位置を決めることができるので、こんな感じで短いノートをもう一つ置くことができます。これで聞いてみましょう。ここにドルっていうのを入れた状態と入れてない状態と違いが分かりやすいかなと思います。で、このドルルというロールみたいのは、さらに弱くしてもいいですし、もしかすると2個目とかをもっと弱くしてさりげなくするというような打ち込みをしてもいいかもしれません。でもこれだとちょっと弱すぎましたね。という感じで、あまりに聞こえなすぎると、ここ
か効果がないので、調整して再生して確認を繰り返すという感じですね。で、こういったフレーズを、引っ掛けるという多分意味合いでドラッグと言ったりとか、しますが、結構便利なので、例えばスネアのタカタカの直前に入れたりとかして、ダラカタカみたいな感じにしてあげるとかっこよくなったりします。例えばここにこういうフレーズがあったとします。この状態ですとちょっとなんかダカダカがちょっとマシンガンのような感じで突出に来てしまうような感覚もあるのですが、その手前にちょっと引っ掛けのような装飾音符を入れてあげるとスムーズにつながりやすいです。はい、こんな感じですね。あるいはたったかというフレーズをやるとして、この隙間にこれを入れても面白いかもしれません。このたったかとちょっと隙間が目立つので、この間にこのようなロールっぽいサウンドを入れてあげます。はい、このような感じでフレーズをスムーズにつなぐことができます。はい、いかがでしたでしょうか。以上がざっくりですが、超初心者向けの初めてのドラムの打ち込みというのを解説してみました。このチャンネルではこういった音楽の作り方とか音楽機材のレビューなんかを発信しておりますので、もしよければ高評価やチャンネル登録などをお願いいたします。それではありがとうございました。